どうも、ババアです。ハク様です。今朝は氷点下6度だったみたいだね。そうなんですよね。そのせいかエアコンのエラーマークが消えない。最悪じゃん。修理になるのかな。そりゃ川も凍るくらいだしね。もう九州じゃねえな。本日は法事のためお昼は外出します。そうなんだ。長時間留守だと猫たちも寂しがるかな。よしっこは寂しがるのかな。ババアたちいなくてもそこそこ楽しそうだね。どちらかというとコンさんの方がやばいかも。チョロコはマイペースそう。それが意外と甘えん坊さんなんですよね。綺麗好きだし。とりあえず買い物を済ませておこう。やだもうあんたたちか愛すぎー。キスホイテンショノバーバーオルディ。よしひこに毛づくろいをしてあげてるのかい？こいつワイニツスキササッカナン。カウアタカイワ。肉はつやしおいしそうやな。こいつワイのコドタブルキヤン。よしひこなりのブラックジョークですよきっと。ココントコサシヘイデめちゃうまそうやん。ガチャポイヒドラゴドキコイトカナンキド。よしひこったら冗談が過ぎますよ。ちょうどくさそうやからカツワのフルケかけてくれる？おいしくはただクドシドルヤン。味にこだわるよしひこ。こいつマジェディカミツウェイデヤンキ。お兄ちゃんを食べるのやめなさい。グチソーキリやん。今日も朝からパン生地こねたの？これは前日の夜の映像です。奥にもパン生地らしきタッパーが見えるけど。作り置きをしなきゃって思ってたら勢い余って倍量の酵母を種継ぎしちゃったんですよね。おバカなのかな。せっかく酵母も育ったし全部焼いて冷凍しておけばいいかと思って。今回の動画は晩ご飯の撮影になるので帰宅後の作業を減らすために前日にできることはやっておきます。まあいつものパンを焼くだけなんだけどね。今回の生地は米ぬか 50%、加水率 84%。生地の分量の詳細は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。ということでお寺さんのお経が終わりました。ごちそうが並んでる。この後もどんどん料理が運ばれてきました。あれ、また買い物？どうやら肉要素を買い足す模様。相変わらずおっさんの胃袋中二男子だな。そして無事帰宅の途に着きました。道路脇にはまだ雪が残ってるね。昼間もめっちゃ寒かったです。ということでパンの続き。また前日の映像に戻った。今回のパンは一塊 500g のパンを2つ並べて焼きます。つまり一度に 1kg のパンを。アイリス大山の限界を見せてもらおうじゃないか。家電にパワハラする人初めて見た。今日の晩ご飯はこのとんでもない量の田舎パンとカレー味の何かしらとハムチーズの何かしら。多分つけたりサンドしたり。そして以前作って意外と美味しかったイギリスの国民食チップバティ。チップバティってなんだっけ？パンにバターを塗ってフライドポテトを挟むパン。そうだった。食べたら美味しくてイギリスの皆さんに謝ってたやつか。レンチンするだけのフライドポテトをすでに購入済みです。結
結構気に入っててくさ。でかいパンはクープナイフの入れ替えがありますね。キャンバスが広いからね。ただこの際で鍵盤に塗るの？塗るのじゃなくて乗せるんです。出た、ジャイアン理論。ほら乗った。押しつぶしててくさ。二次発酵の間お風呂にでも入ろう。成長してる。じゃあ焼いていこうか。中段で大丈夫？天井にくっつくんじゃない？危なくなったら下段に移動させます。170度の上下ヒーターで55分焼きました。55分後。ギリギリで下段に移動できました。めっちゃ熱そう。でかく成長しすぎてババアびっくり。さあ明日までゆっくりお休み。以上、昨日の夜の作業風景でした。帰宅後の適当具合がすごい。雑な味噌汁を作ります。雑料理のプロフェッショナル。この葉っぱは多分野良ボーナです。限りなく雑草に近いグリーン。限りなく透明に近いブルーみたいでかっこいいね。村上龍先生に謝れ。なんかパンに合いそうなやつを量産していこうぜ。おう。ああ、電子レンジ用のポテトなのに。解凍できたらええんやで。適当が過ぎる。今度はちゃんと調理します。やっとやる気になったか。生姜にんにくオイルとひき肉。いいねいいね。合法パウダー。ケチャップきた。大量に投入します。ちょっと焦がしてる。ケチャップは焦がすと美味しいよね。なんかもう想像がつくんだけど、ババアレルギー大丈夫？ババアはアレルギーにも負けず入れちゃいますよ。カレー粉。やっぱりまた頭痛発熱症状が出るよ。カレーを食べられない人生なんて生きてる意味がないじゃない。謎の説得力。目玉焼きも作っておこうか。あまり油引いてないけどくっつかないの？ここでババアのワンポイントアドバイス。うガンガン熱してシーズニングするのもいいんだけど、メラミンスポンジで汚れを落として油を塗ってオーブントースターで5分焼くだけでスルスルになりますよ。まさかのガチ有料情報だった。スキレットもミニ鉄板もこの方法でシーズニングしてます。今度僕のチュール皿でやってみるよ。それやる意味ある？さあ限りなく雑草に近い味噌汁ができました。そのフレーズ気に入ってんな。おかずの準備も整ったところでパンをカットしましょうか。1日経ってもやっぱでかいな。でかいのでちょっと薄めにカットしよでもこのパン半分は米ぬかなんだよね。う。そうです。高タンパク低糖質で各種栄養素も鬼レベルの有料食材。食物繊維も豊富だし、マグネシウムやリンの含有量もすごいみたいだね。糖尿病の患者さんには医者が勧めないとダメなレベルだとババアは思ってます。さすが米ぬか信者。糖尿病じゃない旦那にも強制的に付き合わせてますが、きっと何かの病気の予防になってるよ。完成しました。手抜きだらけの米ぬかパン。朝食みたいな晩ご飯。それではいただきましょう。晩ご飯でもラスコーラ。画面を占めるパンの面積がバグってるな。合計 1kg のパンだもんね。6枚切りの食パン約24枚分。2人の食卓に並ぶ量じゃねさて早速ババアはチップバティ作り。え。マーガリンを塗ってフライドポテトを挟むんだったね。いやー、イギリスさんは正しかった。ババアの手のひらはくるくるとよく回転します。パンはオーブントースターで少し焼いてマーガリンを溶けやすくしてます。おっさんはサンドイッチを作り始めたね。
食材を並べておいておのおのが好きなパンに仕上げるスタイル。ちょっと楽しげで草。ババアは2両のポテトを挟もうとしています。まだ乗せる気？もうそろそろ勘弁してやろうかな。乗せすぎじゃない？こうやってバターとポテトをたっぷりと挟むのが本場イギリス流。おっさんウインナーを空中切りしてる。お皿を傷つけない配慮のようです。丸ごと乗せればいいのに。何かきっとこだわりがあるんでしょうね。ああ、卵を乗せるために平たくしてたのか。思ったより大したこだわりじゃなかった。ババアは一応キュウリを食べてベジファーストを厳守しています。あんまり意味がなさそう。さあチップバティ食べちゃおうかな。おっさんまだ乗せてる。イギリス産うまいっす。チップバティうまいっす。マジでこれ美味しいんだよな。おっさんのサンドイッチがめっちゃゴージャス。すべての食材を一口で味わいたいタイプみたいですね。断面もうまそうだな。ねババアのカレーのせチップバティも美味しいよ。え、アレルギー気をつけてよ。久しぶりの晩ご飯動画楽しかった。パンの存在感のおかげでしょぼいおかずが映えてるね。目がシュパシュパしてきました。美味しかったです。また見てね。バイバイ。それアレルギー症状だって。